前に出るプレッシャーを利用して、でこの時のポイントは、拳と肘のこう関係です、はい、時間がかかる分相手のところで行こうとする、この瞬間にこっちが感覚があるっていう。こんにちは、空手家合計です。今回も東京羽村市にある、KW 戦士ジャパン、鳴島道場で、極真空手のレジェンド、現役時代は一撃の、KO アーティストとして名を馳せた鳴島龍志さんとお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。ですね、前回やっぱりこれはっていうことで左の上段回し切りを、教わったんですけども、今回その中で、僕の、印象にあるというか、この技はやっぱりどうしても聞きたいというもので、左の上段回し切りからの、左の下付けのコンビネーションで、あれについて今日はちょっと深掘り聞かせていただきたいなと。もう無差別の世界大会でも、相手をこれで KO したりされてたので、もうああいう系の技をもう世に、知らしめたというか、あれで一気に広がってるっていう感じのコンビネーションなので、もう元祖の、成島さんにお聞きしたいなと思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれも2種類あるんです。速いクイックと遅いクイックで、速いクイックだとそのパンパンという速さが出てくるんです。遅いクイックは逆に簡単になる。あれちなみにとりあえずはさっき教わった左の範囲ができないと始まらないそうですよね。小池さんの場合だともうすぐできるってことですね。あの感じでこう膝が入る状態で、さっきも説明したんですけど、肘を引いたものが結果的に足を下ろした時にこう抵抗になって、それが突きの威力に変わる。ちなみにちょっと実際に怪我で実際に体験させていただいて、これを、この前に出る勢いで蹴るんです。で前に出ながら前に出るプレッシャーを利用して、でよくフェイント気味にされる方いるんですけども、そうするとこの力が生まれないので、実際しっかりと蹴った中で打たないと大きい力を生み出せるんです。なんかこれの練習とかって多分皆さんも多分動画の前で同じように真似されてる方結構いると思うんですけど、意外にこっちに強く叩きたいからここまで蹴っちゃうと今度こっちがうまくいかないっていう方が多分めちゃくちゃ多いと思うんですよね。なんでちょっとそこの謎について今日ちょっとこれ聞きたいなと思って、まずこう大前提としてはこの突きの前で上段が蹴れないといけないのがまず最初にハードルになるというか、でもそれを埋めるんであればさっき言った自分の下段からの上段の間に何気なくこう近づくようなイメージで打って高でこう打つっていうのがいいのかなと。もう一回そういうしないです。でこの時のポイントは、拳と肘のこう関係ですよ、それが拳よりも肘が下がってると打てない、でより抵抗を生み出すためにこの胸の開きです。だから肘と拳がなるべく平行になってる。でなんかあまりこれが下敷きだったりってあるんですけども、あまり関係ない。縦でも横でもいいですし、それがちゃんとこう捉えればいいっていう。引き方としては、蹴った時に飛んどいてこっちに引いて、そうですね。ちょっと今やりましょうか。これは一回踏み込んで、いいです。はい。例えばこう、下段を蹴った後みたいなイメージで。さっきのこれから今で言うと膝が入ってないんでちょっと引けてないっていう。もうなんかこれを考えると今度また膝がおろそかになってそんな感じだと思います。今の感じでこの時もさっき言ったこう引いちゃうとブレるんで、肘を引かない。肘を引いて一拍置くようなイメージで蹴ってあげると、そんなにだから急がなくていいっていう。
初めてのことがいくつか。はい。そう。すごい考えすぎぐらい楽にねたまる。で、まあ理想的にはこう今蹴りの軌道がちょっと低いんですよね。で上がると腕が隠れるんです。でパッと足が消えた瞬間に腕が来るんですごく分かりづらくなる。そうその高さ。この高さだと足で拳が隠れる。そう。あとは本当蹴り出しから蹴り終わりまでずっと一定の速さでこう近づくこと。今でいうと蹴ってから近づいてる感じなんです。そうこれを本当パッと弾く。いいんだ。でもただ引いた手を打っただけでそれほど抵抗生まれてないんですよ。そこまでできるからこっちも求めちゃいます。こんな感じでこの時にまだ腕を引いちゃってるので肘を腕を畳んだまま引く。そう今の一番いいで、あと引き手がまだ横に引いてるんです。前に出す感じで。だから蹴るときにこっちじゃなくて前に、さっき言ったなめすよ。そうするとよりこう引き手も引きやすくなる。どっちかに偏っちゃう。やっぱさすがですよね。すごいすぐできる。ここまでできる人いないんで。ドラマ力ともすごく良くなる。まだでも力でインパクトを作ってるんで、体の構造というか挟んでる。そうすごくいい。その今の軌道とかスピードはより高くなれば高くなるほど相手は伸びます。もうちょい左。そう今で今どこがうまくいかない感じですか？そうですね、この膝をこうやってやろうとするとこっちを忘れちゃうんですよ。でこっちをイメージするとこっちを忘れちゃうみたいなんで、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてバランスがでもその中でもだんだんバランスが保ってる、良くなってるはずなんで、考えすぎるよりもっと自由にやった方が。今の膝の入りがすごいいいんです。だからその時のインパクトがすごくいいんで、だからそれがこうバンと入った後だったら今ぐらいのためぐらいでも十分効かせられます。
力が抜け切れてる時はすごく走りますよね。であと今やってるのは速いクイックなんで、遅いクイックの時には本当はこうゆっくりの時にはこっちで軸足になるんです。っていうのも例えばこっちでこう力を伝えると思ったら逃げちゃうんですけども、後ろ足だと乗るんです。こんな感じで持ってちょっとためを作って相手のこうカウンターに時間を合わせてあげて自分がカウンターにするっていう。それも一回実際にいいですかやっていただいて、自分も今そんなこと言ってないから膝入んないんですけど。これがより膝が入ってパンとこれが今それが横に行けば行くほど力がたまるということですね。こんな感じです。あとためっていうのはカウンターにするのはこれで言うとこうなるんですけど、それは難しいんです。相手の呼吸があるんで。ただ今のはただの速さなんですけども、ここでこういう形なんです。形なんです。でこのちょっと時間がかかる分相手はそこで行こうとするんです。この瞬間にこっちが簡単になるっていう。ちょっと質が出てきますね。はい。こっちの足が軸になる。はい。一応なんとなくこう指導戦だけどしていただいて。ちょっとやってみましょう。例えばイメージで言うと受けてきたのを行こうと思った時にそう。でも今のクイックは行く前にすぐに来るんですけども、ちょっと時間を上げてあげると行こうとする。それが簡単なんです。この時に後ろ足に乗ってるように今何も考えてないけど前足乗るんですけども前に出るんです。これがついて打つもしくはもうほぼ同時とかっていうのはもうその時のタイミングぐらいですか？自分も後でだからビデオを見て気づいたんであんまり分かんないんですよ。結果的にでもこっちで踏ん張ってんだなっていうのが分かったというか。一回これを泳いで入れるようになるんですよ。それで泳がせてそうで今のだから全然こう衝撃きますよね。もともとは先輩に「お前冗談で終わるな」っていう怒られてて、何があるかなってとにかく打たなきゃいけないってなった時に使ってこれでいいね杉村先輩ですよ。時の方がちょっと周り遠いんですかね。これの時の方がカウンターの時の方がちょっと周り遠めとかってあるんですか？なんか打っててちょっと距離があった方が使いやすそうなカウンターを誘う形に相手がいけるっていう。自分がどうしても足を止めてプレッシャー合戦って自分らの当時でいうとそういうのが多かったので、こういうところから生まれた部分は本当にこう腕をへしこう押しながらやってるのでこうやって打つようになります。
今の大会だとこれもうすぐ反則されちゃうからあれですけど、僕が現役の頃はまだ技術だったんですよ。これこう攻撃につなぐためにこう押して蹴ったりとか、こうパーンって叩いて蹴ったりとかは今見てると本当自分だったらもうどうやって戦えばいいんだろうあります。僕も現役の頃今の大会でたらすごいピピピピピピって比較向こうだったら反則が取れるんだろうなと。ありがとうございます。すごいですね。普通に練習モードになっちゃう。いやなかなかこんな環境で教えていただいて練習ができることが少ないのも、こういう時に教わっとかないともったいないというすいません、ありがとうございます。普通に指導いただきましてじゃあ一回ここで大丈夫かな。これなんかもう技術解説というかただただ僕が教えてもらってる動画になっちゃってる気もするんですがうまいこと成島氏のところを技術解説使わせてもらって僕のところはチュルチュルチュルとだからでも自分がこれを、お渡ししたとしてそっくりそのままって絶対使えないんですよ。自分なりに変換して、でもその時に変換しなきゃいけない時に大事なのはこの意味とか一つ一つこう理解した中で自分だったらここはこうだなっていうのは絶対あると思うし、これが正解ってわけではないんで、その分皆さんに渡していろいろ広げていただきたいなっていうのはすごいありますよね。ありがとうございます。いややっぱりいいっすねめちゃくちゃありがたいです。ありがとうございます。肩をかぶせるような感じでこれ多分見た目以上に威力ありますびっくりした。ここでこう止まっちゃうんですよ。止まらないようにすぐにからつける。そう今の引いてもっと引いて今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。成島社の道場がですね羽村駅から、すぐのところにありますのでですねパッとうまくこういうのが苦手ですいません道場の紹介お願いします。田村の駅の近くで道場やっておりますので、もし空手を始めてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ敷居が高いとか入りづらいとかそういうことなく、本当にどなたでも始められるものなのでよろしくお願いします。本当もう空手といえばもうちっちゃい子から本当ソーネムの方まで今本当たくさんの方が、取り組まれているものですし、近くにお住まいの方はぜひですねちょっと成島さんの道場来ていただければなと思います。よろしくお願いします。では日頃僕のチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容がいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手家国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。組手の中で僕が結構大切にしているのが主導権を、どっちが取ってるかっていうのを常に意識しておくってことなんですが、主導権を奪うって言われても何が主導権なのっていうのが結構あったりするので、一番ダメな状態はちょっと前で来て攻撃をしようと前で来たんですが、相手がこう前に出た時に、間合いを嫌ってちょっと前に